皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢の関連ニュースです。ロシアによるウクライナへの本格的な侵攻、2022年から始まったわけですが、2024年も12月、残り1ヶ月となりました。おそらくこのまま、戦争は今年も終わらないまま来年へと持ち越すこととなります。これに伴ってウクライナ、ロシア、それ以外の国々の国際情勢とも絡めて2年前とは様々なことで状況は変わり続けています。そしてウクライナの国民、ロシアの国民それぞれにおいてもこの戦争に対する考え方の変化といったものが現れています。今回はそのあたりのニュースについて拾っていきましょう。まずは最初にロシアの国民世論、ウクライナ侵略が成功しないなといったところに苛立ちを覚えている人たちの中には、プーチン大統領の思惑に乗った非常に強硬な意見といったものが広がっているかもしれません。ロシア人の4割、ウクライナとの戦争で核兵器の使用は正当化されると回答。ロシア人のおよそ4割がウクライナとの戦争での核兵器の使用は正当化されると考えていることが分かりました。ロシアの独立系の世論調査機関レバダセンターの調査によりますと、ロシア人の 39% がウクライナとの戦争中に核兵器を使用することは正当化されると回答しました。これはプーチン政権のプロパガンダにより核兵器の使用が道徳的に許されると考える人が増えていると指摘されています。一方、核兵器の使用は正当化できないと考える人の割合は減少傾向にあります。2023年4月には 56% が正当化できないと回答していましたが、11月には半数以下となり 45% となりました。また、ロシア人の 56% はウクライナとの戦争は NATO との紛争に発展する可能性があると回答しました。日本においては核兵器を使うことによりどれだけの被害が出るかをかなり具体的に義務教育の中で教わります。地域によっては修学旅行で広島に行き、原爆による被害がどれほどだったかについての資料館も尋ねることでしょう。ところがロシアにおいてはそうした核兵器に対する考え方といったものは特に詳細に教えられることはありません。ですから核兵器についての認識というものが通常兵器よりも強力な兵器というようなかなり抽象的な認識となります。ですから戦いを有利に進めるために今の通常兵器でうまくいかないんであればもっと強い兵器を使えばいいじゃないかという考え方が台頭するのも今のロシアにとっては自然の流れかもしれません。この考えは当然のように非常に危険な考え方です。核兵器は通常兵器よりもはるかに強力であるといったことは間違いのない事実であると同時に使った後の放射能汚染、そして核兵器を使うその前例そのものが次から次と核兵器を使うことへとつながる秩序の破滅へとつながっていきます。プーチン大統領は2022年以来ずっと核兵器による脅しを続けていますから、そのことがまたロシア国内においてもういっそのこと使ったらいいじゃないかという意見の台頭へとつながっているのでしょう。これは非常に危険な兆候だと言えます。一方でウクライナにおいてもゼレンスキー大統領がトランプ大統領誕生に向けて新たな方針を示し始めています。NATO 加盟を優先。ゼレンスキー大統領、ロシア支配地域の奪還棚上げも。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの停戦の前提として、NATO への加盟を優先し、ロシアの支配地域の奪還を一時的に棚上げする可能性に言及しました。ゼレンスキー大統領は、インタビューの中で、ロシアとの停戦を受け入れる前提として、ウクライナが現在支配している地域を早急に NATO の傘下に置くべきだと訴えました。残りの領土は、NATO 加盟後に外交的な手段で取り戻せると述べていて、ウクライナ東部などロシアの支配地域の奪還を一時的に棚上げする可能性に言及した形です。ゼレンスキー氏は、プーチン大統領が停戦発効後に再度侵攻してくることを防ぐための保証が必要で、NATO 加盟は不可欠だとしています。NATO 側に対してゼレンスキー氏は加盟交渉の開始を繰り返し求めていますが、道筋は不
不透明です。このゼレンスキー大統領の発言を読み解くためには、トランプ大統領の誕生に向けての外交政策だと考える必要があるでしょう。ゼレンスキー氏自身も現在の状況で NATO に加盟できるとは考えてはいないはずです。しかし、外交交渉をする上でトランプ氏の影響が強く出るのであれば、その影響力に対してより強い要求を最初に突きつける必要があると考えたことでしょう。それは外交交渉の上で最もやりやすい形、強く要求を打ち出して、たとえそれが通らなかったとしても、譲歩した形で何らかの形で妥結するという方法です。そもそも現在の状況でたとえ停戦したとしても、ロシア軍がウクライナ領を占領しているという事実があるわけですから、NATO としては現在のウクライナに対して加盟してよいと答えるわけがありません。そもそもトランプ氏自身も終戦させるとは言っているわけではなく、休戦や停戦といったいわゆる朝鮮半島の現状に近いような形での戦闘停止に持っていこうとする構想ですから、いつ戦争が再び始まるかについては全く保証がない状態です。今のままだとアメリカ、ロシアのこのウクライナを無視した形での交渉が始まってしまうことから、ウクライナとしては今のままで戦闘を休戦や停戦させるというのであれば、NATO に加盟させるぐらいのことを受け入れなければ、自分たちは頭ごなしに決まったことは受け入れませんよと、今のうちから訴える必要が出ているわけです。こうした自分たちとは関係のないところでいろいろな物事が大きく変化し、戦争の行方すら左右しかねないといった状況は、ウクライナ国民にも変化をもたらしています。ウクライナ国民 52%、和平交渉、昨年からほぼ倍増、領土の譲歩を容認する声も。アメリカギャラップ社が公表したウクライナ国民を対象にした世論調査によると、52% が戦争の早期終結に向けた交渉をすべきだと回答した。昨年の 27% からほぼ倍増した。ロシアによるウクライナ侵略の長期化で和平交渉を求める声が増え、半数を超えた。調査は今年8月と10月に行った。戦闘の継続を求める回答は 38% で、昨年 63% から低下した。戦闘継続を求める割合は、戦闘が激しいウクライナ東部のほか、首都キーウや西部でも低下した。早期終結に向けた交渉に賛成とした回答のうち、領土の譲歩を容認するとした回答は、52% に上った。一方、ロシアの独立系調査会社、11月の世論調査では、ロシア人の 53% がウクライナと和平交渉を行う必要があると回答した。2月の 49% から増加し、半数を超えたのは2022年2月の侵略開始後初めて。戦闘継続を望む人は全体の 36% まで低下している。戦争の長期化に伴って疲労するのはウクライナの国民にも避けられない出来事です。ましてやウクライナは攻め込まれている側の方でロシアによる戦争犯罪が日常化し、一般市民を付け狙う攻撃といったものがもはやニュースにもならないようになってしまいました。もちろんウクライナの国民はそのことについて憤りを持っているわけですが、それと同時に無力感さえ感じざるを得ないものです。それは一体誰に対する無力感といえば、まず第一に助けてくれない国際社会であり、そして第二にそのような攻撃が繰り返される中でロシアを抑えることのできない現在のウクライナ政府へと不満の声も高まってしまうわけです。2022年、2023年にはウクライナ軍の反転攻勢によって少しでも領土を取り戻そうという動きがあったわけですが、残念ながら2024年においてはウクライナ軍、特に現在においては東部戦線でじりじりと後退する状況が続いていますから、非常に苦しいというのが国民感情として素直なところでしょう。ましてや一番の軍事支援の柱であるアメリカが大統領が変わることにより大きな方針転換を迎えようとしていますから、どちらかというとまずはその戦い続ける心といったものをトランプ氏が打ち砕こうとしているわけです。先に挙げたゼレンスキー大統領の停戦や休戦の条件といったものの話をするのは、このような国民感情の変化とも連動しているもので、2025年は実際の戦闘が行われるその横で外交交渉もより本格的になるといったことが十分考えられます。
一方でトランプ氏が大統領に就任することによってロシアにとっては何が起こるかわからないという不確定要素としては頭を悩ますかもしれません。トランプ氏、関税 100% でアメリカ市場から手を引いてもらうことになる。ブリックスの脱ドル依存牽制。アメリカのトランプ次期大統領は、ロシア、インド、中国などで構成する新興国グループブリックスの加盟国が貿易取引でアメリカドルの利用を減らす行動に出れば 100% の関税に直面し、素晴らしい米国市場から手を引いてもらうことになると自身の SNS に投稿した。加盟国が増えて存在感を増すブリックスのドル依存からの脱却の動きを牽制した形だ。トランプ氏は SNS にブリックスが国際貿易において米ドルにとって変わる可能性はゼロだとも投稿した。ブリックスはロシア、中国、インドのほか、ブラジルと南アフリカの5カ国でスタートし、今年1月にはエジプトやイランなど4カ国が加盟した。欧米諸国に対抗するため、米ドルを基軸通貨とする国際通貨制度を見直し、自国通貨による貿易取引の決済システムの構築などを目指して協議している。ロシア国営通信によると、プーチン大統領は、ブリックス加盟国の貿易取引で自国通貨の使用割合は、65% に達していると述べたという。トランプ氏はタリフマン、関税男を自称し、他国との交渉では関税の引き上げを武器に譲歩を迫る戦略だ。不法移民や違法薬物の流入への対抗措置としてメキシコとカナダからの輸入品に 25% の関税を課し、中国からの輸入品には 10% 関税を上乗せすると表明したばかりだ。ロシアの場合だと制裁の対象となっていることから、そもそも米ドルの取引といったものからかなり締め出しを食っているわけですが、それだけに中国やインド、その他制裁に加わっていない様々な国との貿易関係を維持することがロシアにとっては重要なこととなっています。しかし、トランプ氏にとってはアメリカ第一主義に対抗する動きとしてこれを潰さねばならないという考え方へと至り、今回のような発言になります。関税によるダメージといったものがどれだけになるかについては、経済学者は様々な意見を出しています。名指しされた国で関税を大幅に引き上げれば、当然のようにアメリカ市場に物を売るといった時には大きな障害となります。しかし一方においてアメリカ側から見た場合においても、輸入品の価格上昇に伴うアメリカ国民に対するダメージといったものもあるので、決して一方的にアメリカ勝利とも言えないものです。ただしこの点については、トランプ氏は海外で作ったものを輸入するその仕組みそのものを変えたいという話をしていて、アメリカで何か物を売りたいのであれば、アメリカで物を作れというような意見を述べています。ロシアの場合だとこれに該当するわけではありませんが、この関税政策といったものを逃れるためにトランプ氏の意向に沿う経済政策を取れば、その時にはロシアとの関係を見直すような話になるわけですから、この政策は直接的にロシアにダメージを与えるものではなかったとしても、ロシアにとっては不都合な経済政策になるわけです。トランプ氏はまだ大統領に就任しているわけではありませんが、すでに SNS で何かをつぶやくたびに国際的な政治、経済、様々なところに影響を与え始めています。そして今は名指しはされてはいませんが、トランプ氏の対日本政策といったものもこれからは注目していかなければならないでしょう。他の国と同様に大幅な関税引き上げは日本の企業の動向にも大きな影響を与え、もう日本で物を作るのではなくアメリカで現地生産して物を売るんだとなれば、日本国内における雇用が失われるといったことは避けられないからです。そのようなことにならないようにどれだけうまく外交で立ち回っていくかといったところが非常に重要になるわけで、外交が非常に苦手と思われる石破総理大臣に不安しかないといったのが一番の問題でしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたは今回取り上げたニュースでどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントを残していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。